週末、奥さんと一緒にショッピングモールの駐車場を歩いているとき、あるいは久しぶりの同窓会で昔の友人と再会したとき、ふとこんな風に思ったことはありませんか？あの家、うちと同じくらいの年収のはずなのに、なんであんなに頻繁に家族旅行に行けるんだろう。なんであんなに高そうな外車に乗り換えられるんだろう。定年後の話をしても、なんであんなに余裕そうな顔をしているんだろう。自分だって新卒の時から今まで真面目に働いてきたし、決してギャンブルや無駄遣いばかりしているわけではない。スーパーに行けば少しでも家計を浮かすために、数十円でも安いお肉や野菜を選んで一生懸命やりくりしているはずなのに、なぜかあの家とうちとでは見えない大きな差が開いている気がする。ふとした瞬間に感じる焦りと不公平感、そのモヤモヤとした疑問、実はあなたの気のせいではありません。今、日本の50代、60代の間では、表には見えない残酷な資産格差が静かに、しかし確実に広がっています。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、年収は同じはずなのになぜあの家はお金を持っているのかという私たちの日常にあるリアルな疑問についてです。心理学には相対的剥奪感という言葉があります。これは自分自身は決して貧しいわけではないのに、豊かな他人と比較することで自分は損をしている、何かを奪われていると感じてしまう心理のことです。このモヤモヤの正体を突き詰めると、日本のある残酷なルールと人間の心理の罠にたどり着きます。お金持ちといえば、お医者さんや大々土地を持っている地主、あるいは外資系エリートや大企業の社長をイメージするかもしれません。しかし、最新の金融データを見ると、今の日本で資産5000万円を超える層に上がっているのは、実はあなたと同じごく普通の会社員たちなんです。なぜ普通の人が富裕層の仲間入りをしているのか、そしてなぜ真面目に節約している人がどんどん苦しくなってしまうのか、ニュースでは教えてくれない手取りの罠と、私たちを貧乏に引きずり込む行動経済学の落とし穴を今日はお話ししていきます。動画の後半では、この見えない格差社会の中で私たちがこれからの老後資金を守るために具体的にどう動くべきかという次の一手を解説し、最後には重要なポイントをおさらいしますので、ぜひ最後までお付き合いください。ただ羨ましがったり不安になったりするのではなく、賢く家計を守る方法を一緒に確認していきましょう。まず一つ目の事実についてお話しします。それが新富裕層の正体です。野村総合研究所などが定期的に発表している日本の富裕層ピラミッドというデータがあります。これを見ると、今の日本では純金融資産が5000万円以上ある純富裕層以上の世帯がものすごい勢いで増えています。資産5000万円と聞くと、宝くじでも当たったのかな、一部の恵まれたエリートだけでしょと思うかもしれません。ですが、この層に食い込んでいる新勢力の実態は、ごく普通の会社員や公務員の家庭です。彼らは飛び抜けた高年収というわけではありません。年収500万円、600万円といったごく平均的な層が多数含まれています。では、なぜ同じような給料で5000万円もの資産を築くことができたのでしょうか。それは彼らが昭和の価値観からいち早く脱却したからです。私たち50代は若い頃から一生懸命働いて、お給料は銀行に貯金する、マイホームを35年ローンで買って一人前、これが当たり前、正しいと教えられて育ちました。ここには行動経済学でいう現状維持バイアスが強く働いています。人間は自分が慣れ親しんだ古いルールや環境を手放し、新しいことを始めることに強いストレスや恐怖を感じる生き物なんです。だから世の中のルールが変わっても
昔のやり方をずっと続けようとします。しかし、普通の会社員で5000万円を作った人たちは、その古いルールに縛られませんでした。その最大の理由が、2つ目のポイント。手取りの罠と、社会保険料の搾取に気づいたからです。50代の方なら、痛いほど実感していると思います。長年頑張って昇進して、給料の額面は上がったのに、なぜか手取りが全然増えない。むしろ生活が苦しいと。そうです。日本という国は、真面目に汗水垂らして、労働で稼いだお金に対して、世界でもトップクラスに厳しいルールを敷いています。所得税や住民税はもちろんですが、何より恐ろしいのは、社会保険料の存在です。健康保険や厚生年金などの社会保険料は、この十数年で負担率がじわじわと上がり続け、今や、労使合わせると給料の3割近くに達することもあります。給料が上がっても、その分が容赦なく国に引かれていきます。これは心理学でいう、ゆでガエル症候群と全く同じです。もし、ある日突然、今日からあなたの税金を月5万円増やしますと言われたら、国民はもう反発して、きっと暴動が起きますよね。しかし、毎月の給与明細から天引きという見えない形で、少しずつ負担を増やされてきたため、カエルがお湯の温度上昇に気づかずに茹で上がってしまうように、私たちもその以上な搾取に気づきにくくなっているんです。労働だけで豊かになろうとすると、国から一番確実で簡単に搾取できるターゲットになってしまう。これが今の日本の現実です。だとしたら、一生懸命節約するしかない。そう思って、スーパーの特売日を狙ったり、少しでも老後のためにと、通帳の残高を眺めて、安心している方も多いと思います。手元に現金さえ残しておけば、絶対に減らないし安全だ。ですが、冷たい現実をお伝えします。我慢の節約と銀行預金だけでは、もう、この格差社会を逃げ切ることはできません。これが3つ目のポイント。貨幣錯覚とインフレの恐怖です。貨幣錯覚とは、行動経済学の非常に有名な用語で、お金の額面という数字だけを見て、実際の価値である、買えるものの量が減っていることに気づかない心理のことです。通帳に1000万円と印字されていれば、10年前も今も同じ1000万円だから減っていないと錯覚します。しかし、現実のスーパーやガソリンスタンドを見てください。卵、牛肉、電気代、あらゆるものの値段が上がり続けています。もしインフレ率が年 2% で進めば、10年前に1000万円で買えたものやサービスが、10年後には1200万円以上出さないと買えない世界になります。つまり、銀行に安全だと思っておいたままの1000万円は、実質的に200万円以上の価値を失っているのと同じことなんです。数字は減っていなくても、購買力は消えています。人間には損失回避性といって、得をすることよりも損をすることを極端に嫌う、強力な心理が備わっています。投資をして元本が1円でも減るのが怖いから現金で持っておくという行動は、この損失回避性によるものです。しかし、皮肉なことに、その目先の損をしたくないという強い心理が裏目に出ます。インフレという見えない税金によって、確実に自分の資産を目減りさせてしまっているのです。では、5000万円の資産を築いている、あのごく普通の会社員たちは、どうしたのか。彼らは、労働の限界とインフレの恐怖に早くから気づき、自分のお金を資本主義の成長に乗せました。つまり、投資です。ここで、絶対に見落としてはいけないお金のルールがあります。これを理解しているかどうかが、隣の家との最大の差です。それは、お金の増え方に対するルールの違いです。会社員本人の社会保険料は、原則として、給与や賞与をベースに決まりやすいという特徴があります。一生懸命働いて、残業代を10万円稼げば、そこから社会保険料と税金がごっそり持っていかれます。しかし、
特定口座などの投資で得た利益は、会社員本人の社会保険料の計算に直接上乗せされることは原則ありません。もちろん退職後の国保やご家族の扶養判定などには注意が必要ですが、現役時代の給与とは異なるルールが適用されやすいのです。さらに、新NISAという国の制度を使えば、枠内の投資にかかる約 20% の日本の税金が非課税になります。海外の資産に投資した場合、現地の源泉税が引かれることはありますが、日本の税金はかかりません。つまり、年収が同じ500万円の家でも、給料だけでやりくりして、残りを銀行に貯金している家と、投資にお金を働かせ、制度の恩恵をフル活用している家とでは、雪だるま式に差が開いていきます。10年、15年という時間が経つうちに、複利の力も相まって、手元に残るお金に数千万円という絶望的な差がついてしまうのです。これが年収は同じはずなのに、隣の家との間に開いた見えない格差の正体です。この話を聞いて、うわ、なんでもっと早く始めなかったんだ。今からじゃもう追いつけないよと後悔したり諦めたりしてしまう方もいるかもしれません。でも安心してください。50代からでも決して遅くはありません。人生100年時代、私たちの資産運用期間はまだ何十年も続きます。大切なのは今日この事実を知ってどう動くかです。そこで4つ目のポイント、50代からの次の一手と見栄の断捨離をお話しします。まず一番最初にやるべきことは、他人と比較する見栄の出費を今すぐ捨てることです。行動経済学には万度は厳行化という言葉があります。みんなが持っているから、ご近所に遅れを取りたくないからという理由で、本当は必要ないものにお金を使ってしまう心理です。同僚が新しい車を買ったからうちも買い替えよう。子供の進学で親戚の手前、立派なお祝いを包まなきゃ。あの家が毎年ハワイに行くからうちも旅行に行かなきゃ。そうやって周りの目を気にしてレベルを合わせようとするのは、穴の開いたバケツに水を注ぐのと同じ、自分から下流老人へと向かっていく行為です。はっきり言います。誰もあなたの家の財布の中身なんて気にしていません。見栄を張って老後破綻しても誰も助けてはくれません。見栄を捨てて格安スマホに乗り換える。週末しか乗らない大きな車をダウンサイズする。あるいは手放す。今までずっと払ってきたからもったいないというサンクコストの呪縛を捨てて、本当は不要な生命保険を解約する。そうやって誰にも迷惑をかけずに、毎月3万円から5万円の固定費を削り出してください。この削り出したお金はあなたにとって最強の手取りアップになります。そしてその浮いたお金をただ銀行に眠らせるのではなく、将来に向けて広く分散された資産への投資を考える時期です。例えば世界の株式市場全体に分散投資するような低コストのインデックスファンドなどを一つの選択肢として検討する人も増えています。自分に合った方法を見つけたら、日々のニュースや短期的な値動きに一喜一憂せず、淡々と継続していく。投資には当然値動きが伴いますが、世界の経済成長と長期で付き合っていく。そんな発想がこれからの時代には大切になります。それでは今日の重要なお話をまとめます。必ず覚えて帰っていただきたいポイントは以下の4つです。1つ目、今の日本の新富裕層は医者や社長ではなく、ルールを知って行動した普通の会社員であること。年収の差ではなく、知識と行動の差が5000万を作っています。2つ目、真面目に労働で稼いでも社会保険料という手取りの穴によってお金は国に搾取され続ける構造になっていること。ゆでガエルのように少しずつ負担が増やされています。3つ目、現金なら安全というのは貨幣錯覚であり、インフレによってあなたの貯金は毎日確実に目減りしていること。損失を恐れる心理が最大の損失を生んでいます。4つ目、
会社員本人の社会保険料は原則として給与や賞与ベースで決まりやすく、NISA なら枠内の日本の税金は非課税になること。見栄を捨てて固定費を削り、そのお金を長期投資に回す発想が50代の資産防衛の助けになります。いかがだったでしょうか。50代からの人生は他人と比較する生き方を卒業する時期です。年収は同じはずなのにと比べるのをやめて、自分と家族が本当に心地よいと思える身の丈に合った生活に整えていく。そして国の理不尽な搾取システムから身を守るために賢く制度を利用する、その冷静な一歩が10年後20年後のあなたの笑顔と穏やかな老後を作ってくれるはずです。今日のお話を聞いて他人と比べるのをやめます。見栄を捨てて保険やスマホを見直します。浮いたお金で少しずつ投資の勉強を始めます。そう思えた方はぜひコメント欄で皆さんの決意を聞かせてください。言葉にしてみることが行動を変える最初の大切な一歩になります。そしてこの動画が皆さんの家計管理や老後のお金について考えるヒントになりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私が動画を作り続ける一番の励みになります。ぜひ他の動画もご覧いただいて、これからの資産防衛に役立つ知識を深めてみてください。焦らず、人と比べず、ご自身のペースで大切な資産を守っていきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。